皆さんこんにちは。こちらはマーク・レビンソンナンバー 380SL です。発売は1997年。当時の値段は115万円でした。マーク・レビンソンは歴史あるハイエンドのブランドです。その音は昔から高く評価されています。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。このアンプにはトーンコントロールがありません。機能は入力の切り替えとボリュームコントロールだけです。高精度のデジタルボリュームを搭載していて、0.1dB ステップの調整が可能です。出力インピダンスは6オーム以下です。これはハイエンドにふさわしい数字です。アンプのスペックでよく目にする SN 比と歪み率が不明です。消費電力は 17W ですが、スタンバイにしてもあまり変わりません。これと類似のモデルに次がありました。S 付きと S なしがあります。S 付きのモデルは最高のパーツで構成されたスペシャルバージョンです。今回ご紹介するのは38シリーズ最後のスペシャルバージョンです。このアンプは中古でしたので状態を確認します。コンセントにつなぐとイニシャル動作がスタートして現在の設定状態が表示されます。表示の明るさを3段階に調整できます。電源を切るとスタンバイになります。この時ランプがゆっくり点滅します。ボリュームはエンコーダーです。慣性の大きなつまみがついていて軽い力で回ります。昔のチューニングダイヤルの感触に似ています。ボタンはアルミ製で表面は脂肪加工です。ボリュームつまみの表面も同じです。電源を入れると前回のソースを選択した状態で起動します。表示は 0.1dB 単位ですが、すべての範囲をこのピッチで調整できるわけではありません。内部の値を 0.1dB 単位で表示する仕組みのようです。最大値は92です。モードボタンを押すと録音出力を選択できます。同じボタンの2度押しでオフになります。モードボタンを2回押すとバランスコントロールができます。この調整は 0.1dB ステップで、調整範囲はプラスマイナス 20dB です。0を合わせやすいように0付近の反応が鈍くなっています。入力に割り当てられている名前はモードボタンの長押しで変更できます。チューナーの表示になっている入力算を AUX に変更します。最後にモードボタンを長押しして設定完了です。同じ操作の中でオートにすると
直前のボリュームレベルが記憶されます。ボリュームのつまみを動かすと相対レベルで設定できます。他にもいろんな設定ができます。例えばモノラルボタンの長押しで最大音量を設定できます。裏側を見ていきます。左右対称のレイアウトです。入力1と2は XLR のバランスです。出力端子は RCA と XLR のバランスが用意されています。品質の高い端子が使われています。ネットワークの端子は他のマーク・レビンソンとリンクするための装備です。本体の裏側です。電源コードを真ん中に差し込む形です。L タイプのコードです。前のオーナーが足の裏にフェルトを貼っています。ゴムが劣化してベタついています。このフェルトでベタつきを防いでいたようです。足を外してカバーを取ります。この六角穴はインチサイズです。足はアルミの塊です。ボリュームにガタがありますので外してみます。つまみはアルミの塊です。重さは 170g あります。これは今まで見てきた中で最も重いつまみです。適度な摩擦を作るためのフェルトがあります。つまみの感性とこのフェルトがマーク・レビンソンのボリュームの感触を作り出しています。カバーは 3mm のアルミ板を折り曲げたものです。裏側に制振剤が貼ってあります。電源部のカバーを取ります。左右対称の綺麗なレイアウトです。拡大して部品を見ていきます。マーク・レビンソンの中身はオペアンプ回路です。誤差 1% の高精度タイプの抵抗が使われています。青と茶色の電解コンデンサは日コン製です。オレンジの箱は密封構造のリレーです。信号の切り替えはすべてこのリレーです。30年近く経った今も接触良好です。カバーの下にあった制御回路と電源を見ていきます。これはマスターボリュームのエンコーダーです。今高値で取引されている OPA627 は入力のバッファアンプに使われています。別の角度から見ていきます。115万円という価格の妥当性はともかく、マーク・レビンソンは当時最高の素材を集めて作られた製品であることに間違いありません。マーク・レビンソンにはマーク・レビンソンの音があるのか、最高の素材を集めて作ったアンプは最高の音を出すのか。次回はこのアンプを測定してマーク・レビンソンの音を明らかにしていきます。